よく切れる、使いやすい。板場さんでも餃子の包丁あっても使いやすさの良い包丁が勝手に手がいくんですね。山口定一郎、85歳です。京都府久御山町の工場群の一角に京の鍛冶師義貞があります。創業360年の鍛冶工房で、当主は代々義貞の号を受け継いできました。山口定一郎さんは10代目にあたります。先祖が刀鍛冶、戦争中まで軍から頼まれて刀とか作ってました。私の親父が父が兵隊で体を悪して帰ってきたもんやさかいに、中学卒業してすぐに工場入ったんです。ざっと60年余り。はい。包丁は土台となる地金に刃となる硬い鋼を貼り合わせた構造。火造り。およそ1000度で熱した鋼を叩いて形を整えます。これは鋼です。地金に接合剤をまぶして鋼と貼り合わせます。ハンマーで叩いて完全に一体化。そして熱しては叩き、また熱しては叩き、鍛えながら徐々に包丁の形に近づけます。最初に金を鍛える鋼は締めなあかんねん。文章を細かく締めな。それは手で叩いてこういう機械今騒ぐんですけど、ぐっと金を締めるんで。打ち上がった包丁の原型。余分な部分を削り落とします。丹波の松炭と伏見の稲荷山の土を混ぜた泥を薄く塗って乾かします。焼き入れ。高温で熱して急に冷まし、硬く切れ味鋭い包丁にする工程。泥を塗っておくと焼きムラができません。三条宗近や粟田口派など歴史に残る刀工を生んだ京都。山口さんは京都の刀鍛冶の伝統を受け継いでいます。出雲地方の砂鉄で作られた玉鋼、伏見稲荷周辺の土、丹波の松炭、さらには良質な水が手に入りやすいなど、京都には刃物作りに適した地の利がありました。京刃物は一つの工場で1から10まで全部完成までするのが、手作りでするのが、京刃物の特徴です。これで三木とか播州とか堺とかありますけど、全部分業です。荒研ぎ。
さらに目の細かいグラインダーで研磨。そして最後は手で研ぎ下ろします。実はこの収録の前に顧客が持ち込んだ500本もの包丁を研ぎ直したばかり。最後に天然の石で手研ぎでやるわけです。そしたら切れます。刃をこう、ね、こうやなしにこうシュッとこういうようにする。それは技術です。若いもんやりますけど人気悪いです。鋼で銘を彫って完成です。手になじみ使いやすくよく切れる。プロが使う包丁から家庭用の料理包丁まで用途に応じた包丁を手掛ける山口さん。さまざまな要望を満たすべく毎日研究を怠りません。地方へ行って出張行きますね。夜の食事を食べに行くんですね。私ここにはおられたからにカウンター座ってサバ寿司やらよく注文するんです。ほんと切れない。親方が切っても切れない。よくくれるお店屋でしたらお作りでも美味しいです。私マグロを365日毎日食べてますけど、やっぱり刃物は切らさなあかん。祇園白川にある中華料理店竹家。料理人の小林勝利さんは山口さんの包丁を30年来愛用しています。切り口もいいですし、切り応えもありますし、研いだ時に刃のつき方が早いんで、中国の包丁とかと違って、中国の包丁とかもだいぶ柔らかいんで、変形しやすいですよ。もうこれしか使ってないんで、重さがあるんで、しっかりと包丁を振れますね。職人の町京都。山口さんの作る多種多様な刃物は京都の伝統工芸を支えているのです。85歳の鍛冶職人山口貞一郎さん。代々工房があった東山に今は店舗を構えています。ごひいきさん、職人、そして評判を聞いた海外からの観光客が最高の一丁を求め足を運びます。レザー、フィッシュ、ボーン、チョップ。Thank you. Thank you. I had already the intention on my way to Japan to buy some knife for meat, vegetable, and so on. And this kind are very nice. Thank you. 近頃のアウトドアブームの折、キャンプ用のナタやナイフも。これはキャンプ行った時にこう釣れるようにこうねじってほいでねじってでまた赤めてグーッと手で曲げるんで大変難しいですよこれ曲げるの。で今こんなナイフ作ってますけどまあこれからねまあ100か200そこはまた上手や言うもんでません530と作ってます注文聞いてます。だからそういうなんで忙しいです。はい時代を超越する京刃物を作り続けて64年。山口さんのひたむきな向上心はいつまでも熱く、職人としての感覚はますます
研ぎ澄まされていくのです。お客様に「ここの包丁あかんわ」って言うと嫌がられることが一番嫌ですな。やはり京都の包丁は良いな、使いやすいなというような世間に行き渡るようにしてやってきたですね。